もしあなたを地獄に突き落とした人が目の前で倒れていたらどうしますか？これはある男の奇妙な復讐の物語です。東京のオフィス街にその男はいます。名前はケンジ、55歳です。細身の体型に仕立ての良いスーツ、白髪混じりの短髪が端正な印象を与えます。彼は中堅流通会社の代表です。穏やかな微笑みの奥に深い傷を隠しています。窓の外を見つめる彼の瞳は冷たく澄んでいます。誰もが彼を成功した経営者だと呼びます。しかし彼の心はあの冬の日にあります。37年前の凍えそうな校門の前です。彼を嘲笑う一人の少年がいました。ある日の午後、一本の書類が届きました。秘書の美穂が静かに部屋に入ってきます。社長、医療費支援の申請リストです。彼女は30代の有能なパートナーです。ケンジは無言で書類を受け取りました。彼の会社では医療困窮者への寄付を続けています。それは社会貢献活動の一環でした。パラパラとページをめくる指が止まります。そこにはあまりにも見覚えのある名前がありました。たかし。住所、年齢、そしてあの独特な名字。文字を見た瞬間、心臓が大きく跳ね上がりました。忘れようとしても忘れられなかった名前です。かつて自分の未来を容赦なく奪った男。彼が今、深刻な病魔に侵されているといいます。脳腫瘍の可能性があると記されていました。高額な手術費を払えず困窮している状況です。ケンジの手がかすかに震えていました。記憶は一瞬にして37年前に戻ります。冷たい風が吹き抜ける高校の廊下です。たかしは裕福な家の子息でした。取り巻きを引き連れ、廊下の中心にいます。気弱だったケンジは彼の絶好の標的でした。理由のない悪意が毎日彼を襲いました。教科書は切り裂かれ、机には泥が塗られました。たかしは怯えるケンジを見て笑っていました。お前のような底辺は生きている価値がない。その言葉が今も耳の奥でリフレーンします。教師たちもたかしの親の権力を恐れていました。誰もが目を背け助けてくれませんでした。限界を迎えたケンジは退学を決めました。白い字退届を握りしめ校門へと向かいます。背後からたかしの冷酷な声が響きました。負け犬が一生這い上がってくるなよ。たかしは去りゆく背中を鼻で笑いました。あれから長い歳月が流れました。ケンジは血のにじむような努力を重ねました。寝る間を惜しんで働き、会社を起こしました。一方のたかしは崩壊の道をたどっていました。父親の会社が倒産し、彼自身も破産しました。知らないうちに運命の歯車が狂ったのです。そして今彼は大学病院のベッドにいます。元部屋の片隅でただ死を待つ老人。かつての傲慢な面影はみじんもありません。白髪の混じった痩せ細った体。医療費を払えず強制退院を迫られています。病院の冷徹な通告に彼は震えていました。もうどこにも行くあてがない。たかしは消え入るような声でつぶやきました。
彼のその惨めな姿が書類を通して伝わります。かつての支配者が今は最も無力な存在でした。検事は静かにペンを取りました。見捨てることはあまりにも簡単でした。彼が世を去れば過去の怨恨も消え去ります。しかし検事の心を満たしたのは復讐の快感ではなく深い虚無感でした。相手と同じ泥沼に降りることを彼は拒みました。彼は一枚の小切手にサインをします。貴志氏の医療費を全額匿名で支払います。美穂は驚きを隠せません。社長、本当に彼を救うのですか？検事は静かに首を振りました。これは救済ではない、私の復讐だ。名前を隠した静かなる宣戦布告です。自分が一瞬で彼を消せる力を持っていること。それを証明するための最初の選択でした。果てしない憎しみの連鎖の先に何があるのか。彼が選んだ誰も予想しなかった答えとは。なぜ彼は歯ではなく小切手を選んだのでしょうか。37年前の冬はとりわけ冷え込みが厳しい季節でした。当時15歳だった私は毎朝教室のドアを開けるのが恐怖でした。クラスの空気が一瞬で凍りつきます。裕福な家の子息だった貴志はいつも教壇の近くに座っていました。取り巻きの生徒たちを引き連れて私を静かに見下ろすのです。私の席の机には黒いマジックで無数の傷がつけられていました。教科書はいつも見当たらないか、冷たい雨が降る外の地面に破片となって散らばっていました。誰も私に話しかけようとはしません。関われば自分も同じ目に遭う。周囲の生徒たちの視線には静かな拒絶の色が混じっていました。貴志はそれを見て満足そうに微笑んでいました。今日もゴミが席に座っているな。その低い声が今でも耳の奥にこびりついています。耐えかねた私はある日、放課後の職員室に向かいました。担任の先生は机に向かい、忙しそうに書類をめくっていました。私は震える声で、教科書がなくなったことを伝えました。先生の手が一瞬止まりました。しかし、私の顔を見ようとはしませんでした。最近少し疲れが溜まっているようだね。先生は小さな声でつぶやきました。気にしすぎるとかえって良くないよ。貴志の父親は地域の有力な名士でした。学校への寄付金もかなりの額に上っていたようです。先生たちの間でもその存在を恐れる空気が流れていました。知らないうちに大人の事情が影響していたのかもしれません。もう戻りなさい。その一言で私の小さな希望は打ち砕かれました。誰も助けてくれないという現実に私の心はゆっくりと崩れていきました。家に帰ると母が台所で夕食の準備をしていました。私の破れた制服の袖を見て母の動きがピタリと止まりました。母は何も聞きませんでした。ただ私の傷ついた手をそっとくるみ込んでくれました。夕暮れの薄暗い部屋で母の肩がかすかに震えていました。検事、無理をしなくていいのよ。ぽつりと漏らした声は涙で濡れていました。生きていてくれればそれだけでいい。その言葉を聞いた瞬間、張り詰めていた糸が切れました。私は母の胸で声を殺して泣き続けました。翌日、私は退学届を提出しました。
学ぶ権利を奪われ、未来を閉ざされた瞬間でした。しかし、それは同時に、暗闇から抜け出すための唯一の選択肢でもあったのです。荷物をまとめたカバンを手に、私は最後の校門へと向かいました。雪がちらつき始めた。非常に寒い午後でした。背後からいくつかの足音が近づいてきました。たかしといつもの取り巻きたちでした。彼らの目には勝利を確信した傲慢な光がありました。たかしは私の前に立ちふさがり、冷ややかに鼻で笑いました。おい、負け犬、お前の人生は今日ここで終わりだ。彼は私のカバンを地面の泥の中に蹴り落としました。泥にまみれる思い出の品々を私はただ見つめるしかありませんでした。周りの生徒たちは遠巻きにその様子を眺めていました。一生日陰を這いずり回って生きろ。たかしの最後の言葉が冬の冷たい空気に響き渡りました。私は黙ってカバンを拾い、一歩ずつ校門を去りました。振り返ると校舎の窓が夕日に赤く染まっていました。私の15歳の青春はあそこで完全に終わったのです。涙は不思議と出ませんでした。ただ胸の奥の深い場所に冷たい炎が灯ったのを感じました。たかしの言う通りの人生には絶対にしない。私は泥を払い前を向きました。それからの日々は言葉通り死に物狂いのものでした。昼は小さな町工場で油にまみれ、夜は通信制の学校で机に向かいました。彼を見返すという強い執念だけが私の細い体を支えていました。それから30年以上の歳月が流れ、私は小さな成功をつかみ取りました。しかし、あの冬の日の痛みは今でも消えることはありません。運命の神様は私たちにどのような未来を用意したのでしょうか。病院のベッドで怯える今のたかしをあの日の私が見たら一体何と思うでしょうか。30数年という歳月は人の姿をすっかり変えてしまいます。55歳になった私は都心の静かなオフィスにいました。細身の体型を包むネイビーのスーツ、白髪混じりの短髪を整え、窓の外のビル群を見つめていました。小さな流通会社を立ち上げてから脇目も振らずに働いてきました。コンコン、ノックの音が響きました。秘書の美穂が静かに入ってきます。社長、今月の医療費支援の件です。彼女は30代の有能な右腕です。私の会社では毎月医療困窮者への寄付を続けていました。それは過去の自分のような誰かを救うための静かな活動でした。1枚の書類が手渡されました。何気なく目を通していた私の指があるページで完全に止まりました。そこには見覚えのある文字がありました。たかし。独特な名字とあの年齢、間違いありませんでした。37年前、私を生き地獄に突き落とし、校門の前で冷たく笑った男でした。まさかこのような形で再びその名前を目にすることになるとは夢にも思っていませんでした。美穂が私の様子を察して少し心配そうに声をかけてきました。社長、その方に何か問題でもありますか？私はゆっくりと首を振りました。いえ、少し懐かしい名前に見えただけです。私の声は思いのほか冷たく響きました。
書類の文字がにじんで見えました。過去の記憶が怒涛のように押し寄せてきました。胸の奥に眠っていた古い傷跡がズキズキと痛み始めました。私は美穂にその男の状況を詳しく調べるよう命じました。夕方、詳細な報告書が届きました。隆の人生は私の知らないうちに暗転していたようです。地域の有力者だった彼の父親の会社は十数年前に倒産していました。彼自身も何度も事業に失敗し、多額借金を抱えていたそうです。さらに悪いことは重なるもので、脳腫瘍という重病を患っていました。一例ですが、適切な治療を受けなければ命に関わる可能性があるとありました。かつてあんなに傲慢だった男が今は孤独な病床に伏せっている。お金も頼れる家族も彼の周りには誰も残っていませんでした。知らないうちにこのようなことに美穂がぽつりとつぶやきました。運命の低気圧が彼を完全に飲み込んでしまったようでした。報告書には現在の隆の様子も生々しく記されていました。彼は都心の大学病院の古い元部屋の片隅にいました。白髪の混じった痩せ細った体で毎日ただ天井を見つめているそうです。医療費が払えないなら退院を。病院からの冷徹な通告の前に彼は言葉を失っていました。かつて私から学ぶ権利を奪った男が今は生きる権利さえ失おうとしている。彼は看護師の手を握り消え入るような声で懇願したそうです。お願いです。見捨てないでください。あの日私が職員室で求めた救いは37年の時を経て彼の口から漏れる悲鳴となっていました。あまりにも皮肉な現実がそこにはありました。私の胸の中に複雑な感情が渦巻いていました。私は報告書を閉じ、深い椅子の背にもたれかかりました。夕暮れのオフィスに静かな緊張感が漂います。私がこの書類に×をつければ、彼はそのまま静かに消えていくでしょう。それは誰の手も汚さない、最も完璧な復讐かもしれません。あの日彼が私に与えた絶望を、そのまま返すだけの話です。しかし、私の心の中の天秤は、静かに激しく揺れ動いていました。冷酷な現実を前にして、私の魂がある問いを投げかけていました。相手と同じ泥沼に降り立って、本当に私は救われるのだろうか。窓の外の夜景がキラキラと輝き始めました。私はゆっくりとデスクの上のペンへと手を伸ばしました。果たして私はどのような決断を下すのでしょうか。自称、誰もが驚く奇妙な復讐の幕が上がります。深夜のオフィスは静寂に包まれていました。55歳の私はデスクの上でペンを握っていました。細身の体型に馴染んだスーツ、白髪混じりの短髪がデスクのランプに照らされています。私はゆっくりと一枚の白い小切手を引き寄せました。そこに隆の全額の手術費を迷わずに書き込みました。復讐とは相手を傷つけることだ。かつての私はそう信じていました。しかし今の私は違います。圧倒的な力の差を示すこと、それこそが真の逆転だと気づいたのです。社長、本当にこれでよろしいのですか？
美穂が声を潜めて尋ねました。ええ、これでいいのです。私は静かに答えました。ただし、条件があります。私の名前は絶対に伏せてください。匿名の救世主という存在、それこそが彼への冷たい宣告でした。翌朝、大学病院の会計窓口に美穂の姿がありました。彼女はスマートなグレーのブラウスをまとい、淡々と手続きを進めました。こちらの小切手で全額決済をお願いします。窓口の担当者は驚き、何度も書類を確認していました。その頃、武藤部屋の片隅では、貴司が荷物をまとめていました。医療費が払えないため、強制退院の準備をさせられていたのです。白髪の混じった痩せ細った体で、彼は小さなボストンバッグを握りしめていました。そこへ一人の看護師が血相を変えて走ってきました。貴司さん、退院は取り消しです。匿名の支援者から全額支払われました。貴司はその場にへたり込みました。一体誰が？震える声で尋ねる彼に、看護師はただ微笑むだけでした。貴司の手術は数日後に無事行われました。一例ですが、成功の確率は決して高くはなかったようです。しかし、運命は彼を生かしました。術後の集中治療室から通常の病棟へと戻った貴司は、深く頭を下げて泣いていました。見ず知らずの私に、なぜ、窓の外の青空を見つめながら、彼は何度も涙を拭っていました。かつて私をゴミと呼び、未来を嘲笑ったあの傲慢な男が、今は見えざる恩恵に、心から感謝しているのです。その光景は、あまりにも奇妙で、静かな緊張感に満ちていました。もし彼が知ったらどうなるでしょうか。自分が生きている理由が、あの時追い詰めた負け犬のおかげだと。真実は白い壁の奥に、深く秘められたままでした。数週間後、私は確認のために、その大学病院を訪れました。仕立ての良いネイビーのスーツをまとい、静かに廊下を歩いていました。向こうから車椅子を押された一人の老人が近づいてきました。貴司でした。白髪が混じり、すっかり痩せていましたが、その表情には穏やかさがありました。車椅子が私の横をゆっくりと通り過ぎていきます。貴司の視線が一瞬、私の姿を捉えました。しかし彼の瞳には何の感情も浮かびませんでした。成功した立派な経営者と、ただの貧しい市政の老人。彼は私をあの冬の日の検事だと気づくことさえできなかったのです。知らないうちに人は変わるものですね。私は心の中で静かにつぶやきました。復讐の刃は彼を切り裂くことなく、ただ二人の世界を完全に分断しました。オフィスに戻った私は、毎月の送金設定を完了しました。彼の通帳には、これからも毎月、私の会社名義で医療費が振り込まれます。彼はそのお金の出所を知りません。ただ、生かされていることに感謝する毎日です。彼が呼吸をし、明日を迎える理由、それは私が流した汗の対価です。これ以上の復讐がこの世にあるでしょうか。怒りに任せて相手を破滅させるのは二流のやり方です。一流の復讐とは、相手の命の綱を握りながら、それを決して悟らせないことです。
窓の外には東京の美しい夜景がどこまでも広がっていました。私はようやく長い心の旅を終えようとしていました。しかし、この静かな逆転劇の結末に、私は本当の平穏を得られたのでしょうか。最終章、人生の本当の勝利の意味を皆さんと一緒に見つめ直したいと思います。隆の手術から半年が経ちました。季節は巡り、新緑の美しい季節です。55歳になった私はいつものように代表理事室にいました。細身の体型を包むネイビーのスーツ、白髪混じりの短髪を軽く整え、デスクに向かっていました。トントン、静かなノックの音が響きました。美穂が小さな白い封筒を持ってきました。社長、病院経由で手紙が届きました。差出人の名前はありませんでした。しかし、誰からのものかはすぐに分かりました。それは匿名の支援者である私に宛てられた、隆からの震える文字の手紙でした。私はゆっくりと封を切り、中の便箋を広げました。そこには、かつての傲慢な男の面影を、みじんも感じさせない言葉が並んでいました。私は静かに目を落としました。手紙の文字はかすかに歪んでいました。病気の影響が残っているのかもしれません。名前も知らない命の恩人様へ。そう書き始められていました。私はかつて傲慢に生きていました。多くの人を傷つけ、絶望させてきました。その報いとして全てを失いました。病床でただ孤独に死を待つだけでした。そんな私にあなたは手を差し伸べてくれた。見ず知らずの私に生きるチャンスをくれた。本当に本当にありがとうございました。何度も書き直したような跡が紙のシワから伝わってきました。隆は自分が生きている理由がかつて自分が壊そうとした男のおかげだとは今も知らないままです。彼はただ世界に存在するはずのない優しい奇跡に頭を下げていました。人は変わる可能性を秘めているのですね。美穂が私の横で静かにつぶやきました。私の胸の奥の冷たい氷がゆっくりと溶けていくような気がしました。私は手紙を静かに引き出しに収めました。そして窓の外の青空を見上げました。あの日、冷たい雪が降る校門の前で、隆は私を負け犬と呼びました。もし私が同じように彼を傷つけていたら、私の心は今も地獄のままでした。同じ泥沼に降り立つ必要はなかったのです。最高の復讐とは、相手を破滅させることではありません。相手が到底届かないほどの高い場所に立ち、ただ静かに優しさを施せる人間になること。これこそが本当の勝利なのだと、37年の時を経てようやくわかりました。私はあの冬の日の教室から一歩踏み出すことができたのです。隆を生かしているのは他ならぬ私が流した汗の対価です。名前を明かさないからこそこの支配は永遠に続きます。彼は一生匿名の旧姓主に感謝し頭を下げて生きていくのです。静かで最も残酷で最も温かい私の復讐がここに完成しました。画面の向こうの皆様、人生の後半戦を歩む皆様の中にも忘れられない傷跡を持つ方がいらっしゃるかもしれません。
誰かを許せないという思いは知らないうちに自分を縛り付けてしまいます。しかし無理に許す必要はありません。一例ですが、ただ自分を幸せにすること、それだけに集中してみてください。自分が豊かになり高みに立った時、過去の敵は驚くほど小さく見えます。相手と同じレベルで戦うのではなく、圧倒的な存在になること、それが自分自身を救う唯一の道です。今日の私の物語がほんの少しでも皆様の心の荷物を軽くするきっかけになれば幸いです。私たちは誰もが自分の人生という物語の主人公です。過去の傷を誇りに変えて穏やかに歩んでいきましょう。もしあなたを深く傷つけた人が今目の前で助けを求めていたら、あなたならどんな選択をしますか？復讐を選びますか？それとも別の道を歩みますか？正解は一つではないかもしれません。あなたの心の中にある率直な思いをぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでも心に響きましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。大切なご友人にもこの静かな物語を共有していただければ嬉しいです。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。今日もあなたに穏やかな一日が訪れますように。また次の物語でお会いしましょう。